皆様こんにちは、セリナです。先日メインチャンネルで8月14日より先行発売、8月23日に全国発売をする NARS の数量限定フェイスパウダーをご紹介しましたが、こちらの動画では限定のラベンダーカラーのルースパウダーと同じくラベンダーカラーのMACとシュウエムラのルースパウダーを比較していきたいと思います。それぞれラベンダーのカラー補正効果がついているというところや、軽くてさらりとした粉質で肌表面をサラサラに整えて崩れにも強いというところが共通しているアイテムなので、それぞれのカラーの違いや崩れについての違いを比較していきたいと思います。少しでもパウダー選びの参考になれば嬉しいです。また、こちらの限定ルースパウダーと同時に発売されている限定色のブレストパウダーの比較はメインチャンネルでご紹介しておりますので、気になった方はぜひメインチャンネルのチャンネル登録して動画もチェックしていただけたら嬉しいです。それでは早速始めていきます。まずはこちら、NARS の数量限定パウダーと MAC のルースパウダーのラベンダーカラーを比較していきます。すでに顔全体には下地なしで使えるカネボウのコンフォートスキンウェアを塗っている状態なので、まずはこちら側半分に NARS の限定パウダーを塗っていきます。NARS の限定パウダーにはブラシやパフなどのツールがセットになっていないので、今回はローラメルシェのフェイスパウダーブラシを使って比較していきます。NARS は通常版と同様こんな感じでたっぷりめにのせても粉っぽさや厚みが出ることなく綺麗に肌に馴染んでくれます。磨くようになじませていくと自然に毛穴や凹凸をカバーしてくれます。ラベンダーのカラー補正もかなりナチュラルです。はい、こちら側半分に NARS の数量限定パウダーを塗ってみました。パウダーなしの方と比較をしても粉っぽさや厚みは出ていませんが、ファンデーションの余分な油分感をオフして自然なセミマット肌に仕上げてくれています。程よく素肌感を残しつつ血色感を与えながらトーンアップしてくれるようなかなり自然なラベンダーの補正効果なので、トーンアップ感が強すぎるパウダーが苦手という方にも安心して使いやすいと思います。近くで見てもこんな感じで、顔の上にのせるとパールやラメなどの質感は全く感じないので、毛穴や凹凸も悪目立ちせずに使いやすいです。そして NARS のフェイスパウダーの最大の特徴は肌表面がサラサラに仕上がるところなので、粉っぽさや厚塗り感を全く出さずにかなり自然なトーンアップ感と肌のサラサラ感が欲しいという方に特におすすめなんじゃないかなと思います。大人気のフェイスパウダーなだけあってかなり使いやすいです。では反対側には MAC のラベンダーカラーを塗っていきます。こちらもブラシにたっぷり含んだパウダーをまずは置くようにのせてくるくる磨くようになじませていきます。MAC の方がしっかりラベンダーのカラーが肌に乗る感じがわかります。しっかりトーンアップさせたい方に特におすすめですね。はい、反対側には MAC のラベンダーカラーを塗ってみました。こうして比較をしてみると NARS と MAC のカラーの違いがかなりわかりやすいと思います。NARS は素肌の透け感も残しつつ、ほんのり血色感をアップさせながらトーンアップしてくれるようなかなり自然なカラー補正なのに対して、MAC はピンクのニュアンスが強いような血色感をしっかりアップさせつつ柔らかい肌に見せてくれるようなラベンダーカラーが乗っていますよね。どちらも軽くて微細な粉質で肌に馴染んでくれて、粉っぽさや厚みが出ないところやパールやラメは効いていなくてスッキリとしたセミマット肌に仕上げてくれるという粉質や質感の部分はかなり似ているので、このカラー補正効果の違いで選びやすいんじゃないかなと思います。近くで見るとこんな感じで、ほんの少しだけ MAC の方がしっとり感があるからか毛穴を埋めるようにカバーしているのに対して、NARS の方がさらに透け感が残っているような若干のカバー力の違いも感じることができました。アップで比較するとこんな感じです。肌表面を触った感じはどちらも同じくらいサラサラしていますが、MAC の方が若干パウダーにしっとり感が残っているので肌表面が滑らかに整っている印象。NARS の方がより水分や油分を吸着してくれそうなサラサラ感があります。ではここからはマスクをして30分ほど軽い運動をして汗をかいた時の汗崩れの違いについても見ていきたいと思います。はい、30分後の汗崩れ比較してみるとこんな感じの違いでした。どちらもドロドロに崩れてしまうということもなくかなり綺麗に保ってくれていますが、
近くで見ると結構違いが分かりやすくて、ナーズは塗りたてからサラダ感を残したようなかなり自然な補正力だったからか、塗りたてよりも少しパウダーが肌に馴染んでいるのに対して、マックは塗りたての時のようなままの程よいカバー力も保っていて、しっかりカラー補正効果も残っている感じがします。ただどちらも汗をかいたことでくすんでしまうということなく、塗りたての時の補正感をそれぞれ保ってくれているところがすごく綺麗だなと思いました。アップで比較するとこんな感じの違いです。そして肌表面を触った感じはどちらも塗りたての時のままのようなサラサラ感を保ってくれていますが、比較してみるとナーズの方がさらに小肌の横なども全くベタつきを感じないので、より肌表面のサラサラ感を保ちたいという方は特にナーズがおすすめかなと思いました。どちらもとても優秀なパウダーでしたが、よりしっかりカラー補正効果を楽しみたい方や、汗をかいても塗りたての時のままのような仕上がりを保ちたい方はマックがおすすめ。素肌の透け感を残しつつ自然な印象のままトーンアップしたい方や、汗をかいた後も塗りたてのようなサラサラ感を保ちたい方はナーズがとても使いやすいかなと思います。続いてはナーズの限定パウダーとシュウエムラのルースパウダースミレモーブのカラーを比較していきます。こちら側半分にはすでにナーズを塗ってある状態なので、反対側にシュウエムラを塗って比較していきます。シュウのフェイスパウダーは昨年数量限定色として発売されて、かなり人気となって定番化されたアイテムです。こちらもマックと同様かなりカラー補正効果を感じることができます。そして粉質がとてもサラサラしています。はい、こちら側半分にはシュウエムラのスミレモーブのカラーを塗ってみました。カラー補正効果はナーズとマックのちょうど中間くらいといった印象で、しっかりラベンダーのカラーを感じることはできますが、首から浮いてしまったり白浮きしてしまうことではなく、とても使いやすいです。ただシュウエムラは血色感がアップするピンク寄りのラベンダーカラーというよりも、透明感がしっかりとアップするラベンダーカラーという印象なので、今回比較している3種類のうち一番透明感が出ているように感じます。そして近くで見るとこんな感じで、程よいサーダ感が残っているナーズと比較をするとより分かりやすいですが、シュウエムラも粉っぽさや厚みは出ませんが、パウダーで毛穴をしっかり埋めて補正するような毛穴カバー効果の高さがかなり分かりやすいと思います。今回ご紹介している3種類はどれも粉っぽくなく厚みのない仕上がりですが、その中でも一番しっかり毛穴補正効果が感じられて、明るく透明感が出るようなトーンアップ感のラベンダーカラーをお探しの方にシュウエムラが特におすすめだなと思いました。アップで比較するとこんな感じです。そして肌表面を触った感じも毛穴をしっかりと埋めてくれているからか、シュウエムラの方がさらにサラサラに仕上がっている感じがします。3つともかなりサラサラに仕上げてくれるタイプのパウダーですが、その中でもマックが一番サラサラ感が抑えめ、続いてナーズ、そしてシュウエムラが一番さらりとしている印象です。ではここからは30分後の汗崩れを比較していきたいと思います。はい、30分後の汗崩れはそれぞれこんな感じでした。どちらもとても綺麗に保ってくれていますが、やはりシュウエムラは塗りたてから毛穴をしっかりと埋めて補正してくれていたからか、汗をかいた後の肌でも毛穴の開きやパウダーが薄まる感じが気になりにくかったです。アップで比較するとこんな感じの違いです。そして肌表面はどちらも同じくらいサラサラ感を保ってくれています。ナースもかなり汗崩れに強いなと思いましたが、シュウエムラも同じくらいサラサラ感を保っているので、この2つは汗をかく季節でも安心して使いやすいなと思います。サーダっぽさを残したようなナチュラルな仕上がりがお好みの方はナースがおすすめ。透明感がアップするようなトーンアップ効果が高いラベンダーカラーで、毛穴や凹凸もしっかりパウダーで補正したいという方はシュウエムラが特におすすめかなと思います。はい、最後、マックとシュウエムラを塗り比べてみるとこんな感じの違いでした。どちらもしっかりとカラー補正効果が効いているパウダーですが、やはりマックの方がピンクのニュアンスが強い分、肌全体が柔らかい印象に仕上がっていて、シュウエムラは透明感をしっかりと感じるようなトーンアップ効果が綺麗に出ていると思います。そして近くで見るとこんな感じで、
マックの肌全体にしっかりとカラーが乗って色補正してくれている感じと、シュウエムラの毛穴や凹凸を埋めて毛穴補正をしてくれている補正力の違いも分かりやすいと思います。ピンクのニュアンスをしっかり感じるラベンダーカラーで柔らかい肌印象にしたい方や、パウダーでしっかりとカラー補正効果を感じたい方はマックがおすすめ。透明感を引き出してくれるようなトーンアップ感のあるラベンダーカラーを楽しみたい方や、パウダーで毛穴レスな補正感も欲しいという方はシュウエムラが特におすすめだなと思います。はい、ではこんな感じで8月23日に発売をするナースの限定フェイスパウダーとマックとシュウエムラのラベンダーカラーのフェイスパウダーを比較していきました。3種類とも軽くてさらりとした粉質でパウダーを塗った感がなく、汗をかいてもサラサラに保ってくれるというところは共通していましたが、それぞれカラーの違いとカラー補正効果や毛穴補正効果の違いを楽しむことができました。どれも優秀なアイテムでしたので、気になった方はぜひチェックしてみてください。メイクについてのご質問やこんな動画が見たいなどございましたら、気軽にコメントやチャンネル登録していただけると嬉しいです。それでは最後までありがとうございました。